ゆうたもそろそろ進路を本格的に決めないと後で困るぞ。やりたいこととかないのか？やりたいことですか？車とかバイクとか興味あるけど、そっちの仕事したいのかって言われるとどうかなって感じで。そっか、まずはいろんなことを調べてみるところからスタートだな。身近にないから知らないだけで、やってみたいと思える仕事があるかもしれないからな。そうですね。お前の姉さんは入学当時からやりたいこと決まってたからまっしぐらだったけどな。あの人は一つのことにこだわるっていうか、イノシシタイプの人間なんで。イノシシか。ずいぶん小さいけどガッツのあるイノシシだな。俺は今高校2年生。学校でも家でも進路について話をすることが多くなってきて、はっきり言えばうんざりな気分だ。将来の夢を持てなんて言うけれど、今後下手したら40年も続けることになる仕事を簡単にこれだなんて決められない。それにやりたいとできるは別の問題なような気もする。姉のミナは俺とは逆に自分の将来を小学生くらいから決めていた。姉は現在農業大学校に通っている。完全に実地で農業を学ぶ学校だ。姉の夢は家業の果樹園を継ぐことだ。うちはじいちゃんの代から始めた果樹園が成功してリンゴやブドウを育てている。だから秋口の今はリンゴの収穫が始まって家族総出で対応している。うちのじいちゃんのリンゴは身内びいきというのではなく本当においしい。学校の弁当に必ず入るリンゴは友達の間で争奪戦になるくらいだ。11月にもなれば家の電話やファックスは鳴りやまないくらいになる。毎年じいちゃんのリンゴを楽しみにしているお客さんからの注文の電話だ。注文開始から2週間もすればもう完売で断らないとならないくらいの人気ぶりなのだ。一度ばあちゃんにどうしてじいちゃんのリンゴはそんなにうまいのか聞いたことがあった。なあばあちゃん、リンゴが美味しいって言われる場所なんてそこら中にあるじゃん。でもダントツじいちゃんのリンゴがうまいのはなんで？そりゃあじいちゃんの徹底した頑固ってくらいの管理の仕方だろうね。じいちゃんはもう朝の5時って言えばリンゴの見回りに出てるし、その後も夜の7時くらいまでずっと畑で手入れしてる。リンゴもあんなに愛情かけられたら答えないわけにはいかないって決まっちゃうだろうね。へえ。俺は毎日子供の頃からずっと一緒に暮らしているじいちゃんがそんなにリンゴに愛情をかけているとは知らずにいた。じいちゃんとリンゴの木が相思相愛なんだ。じいちゃんはばあちゃんのことよりもよっぽどリンゴの方が大好きなんだよ。ばあちゃんはそう言うと笑っていた。じいちゃんはどうしてそんなにリンゴを育てることに熱中できているのだろう。どうして農家をやろうと決めたのだろう。そんなことを考えながら家に帰ってきた時だった。ただいま。俺はいつも通りにのんきに玄関を開けた。だが目の前の光景に一瞬意味が分からずに停止してしまった。玄関にじいちゃんが倒れていた。じいちゃん！じいちゃんは苦しそうに胸を押さえて顔にたくさんの冷や汗を浮かべていた。すぐに救急車呼ぶから。俺はすぐに119番をして救急車を呼んだ。俺の声に反応して家の中からばあちゃんが出てきて、お父さんと叫んでおろおろし始めた。救急車呼んだから、ばあちゃん毛布とか持ってきて。俺の声にばあちゃんは飛び跳ねるようにして毛布を取りに走った。俺はすぐに父と母にも連絡を入れた。10分ほどでやってきた救急車にばあちゃんと一緒に乗り込み病院に向かった。じいちゃんは心筋梗塞だった。だいぶ無理されていたみたいですね。血圧も高いし、これからはのんびり生活できるようにしてくださいね。
じいちゃんはすぐにカテーテルで血管の詰まりを取ることができたので、命に別状はないということだった。1週間ほど入院することになり、俺とばあちゃんは迎えに来た父さんの車で家に戻った。家には連絡を受けた姉ちゃんも俺たちの帰りを待ち受けていた。じいちゃんは？心筋梗塞だって。でも詰まりは取れたから大丈夫。そっか、よかった。うちの農園はじいちゃんがいないと回らないもの。姉のその言葉に俺は初めて実感した。そっか、じいちゃんがいなくなったらこの世の中からあの美味しいリンゴが消えてなくなるのか。そう思った瞬間、思いがけず心の中に大きな喪失感が生じた。姉ちゃんみたいにリンゴ園を継ぎたいと思ったことはなかったが、自分の幼い時から過ごしてきた日々の中にリンゴ園は血肉となって自分の中に息づいていることを感じたからだ。春には白い花をいっぱいにつけるリンゴの木の下で姉ちゃんと一緒におままごとしたことがあった。桜の木の下でお花見するよりもずっと楽しかった。小学生になる頃には木の上にまで手が届くクレーンに乗って摘花の手伝いをした。中学生からは力もついてきた働き手として積んだリンゴをコンテナに入れてトラックまで運んだ。めんどくさいと思ったこともあった。でも家族みんなで作業をして休憩にリンゴの木の下でおばあちゃんの作った蒸しパンのおやつを片手にお茶を飲むのが楽しかった。自分の中にある思い出のリンゴ園がなくなるのは嫌だ。初めてその思いを自覚した瞬間だった。翌日、じいちゃんが倒れたという知らせでおじさんが家にやってきた。おじさんは父さんの弟だ。父さんは高校卒業と同時に地元の企業に就職したが、おじさんは大学まで進学し、有名な輸入車のディーラーをしていた。そんなおじさんはいつもおしゃれをしていて、車にも異常だと思うほどのチューンナップをしていた。おう、ゆうた、久しぶりだな。そうたおじさん、また車改造した？ああ、今回は結構値段がいっちまったな。軽く100万投資だな。ばあちゃんに怒られるよ。俺はエリート社員だからな。ダサい車になんか乗ってられないんだよ。それに俺が稼いだ金だ。文句を言われる筋合いはない。おじさんは今35歳だけれど、未だに独身。彼女はいるらしいけれど、まだ家庭に縛られたくないとか言っているのを聞いた。おじさんが家に入ると、案の定ばあちゃんに好き勝手やりすぎだと怒られていた。でも、いつも言われることだから、おじさんも聞く耳持たずに聞き流している。親父も心臓で倒れるとか、年なんだな。もう65歳だからな。丈夫でよく働いてくれるから、年取ってるなんてつい忘れちまうよ。父さんとばあちゃんがお茶を飲みながらしんみりとしていた。そこへおじさんが思いがけない言葉を吐いた。なあ、思い切ってリンゴ園なんて売り払って親父を楽にしてやった方がいいんじゃないか？おじさんの言葉に今を流れていた時間が一瞬止まった気がした。売るってあんた、リンゴ園はお父さんが丹精込めて育て上げてきたものだよ。それを勝手に売るなんてできないよ。それにリンゴ園がお父さんの生きがいなのよ。そうだぞ、気安くそんなこと言うもんじゃない。ばあちゃんもお父さんも半分呆れ半分怒った調子だった。だけどおじさんは気にしていない風に話を続けた。でもさ、リンゴ園があったらどうせ退院してすぐに親父はまた畑に出ていくぜ。あの斜面で歩くだけでも息が上がるようなリンゴ畑で一日中仕事するぞ。そしたらまたいつ倒れるか分かったもんじゃない。今回はたまたま雄太がすぐに発見したから大事には至らなかったけど、山で一人で倒れてたらどうするんだよ。おふくろが一日中親父について回るのか？
そしたら今度はおふくろが倒れるわ。親父の気持ちとかうちの土地だとかって感情論は置いといて論理的に考えろよ。おじさんがまくし立てた言葉にばあちゃんも父さんも押し黙った。確かにおじさんの言うことにも一理あるのかもしれない。でもやっぱりリンゴ園を売りに出すことがじいちゃんのためになるとは思えなかった。だいたいさ、リンゴ園を親父のために残したところでその後どうするんだよ。兄貴だって勤めてるんだし、俺だって仕事がある。そこに黙って話を聞いていた姉ちゃんが口を挟んだ。そのことなら心配してもらわなくて大丈夫よ。私が継ぐもの。いつもはおとなしくて口も開かない姉ちゃんが怒りのにじんだ声で言った。ミナが？でもそれって4年後とか5年後だろ？大学出てきましたですぐにできる仕事か？それまで親父が保つかもわからないじゃん。ミナもさ、農業なんて未来のない土底辺の仕事選ばないでさ、もっと金になる仕事しろよ。土底辺って。姉ちゃんは絶句。父ちゃんも途端に声を荒げた。おいお前、俺やお前を育ててくれた親父の仕事を土底辺だと思っているのか？別に世間体とか気にする間柄じゃないんだから素直になれよ。農業なんて苦労するだけで金にならない。将来性なんてゼロじゃん。それが分かってるから兄貴だって親父の後は継がずに会社員やってるんだろ。俺はやりたい仕事があったから父さんも認めてくれたんだ。それに娘の志す道を罵るようなことは許せん。なんだよ、頭に血を上らせる前に冷静に考えろよ。農家をやってる娘なんて男でも嫁が来ないのに、みんながリンゴ畑で一人ババアになってく未来を用意してそれでいいのか？だいたい女が一人でやれる仕事じゃないだろう。俺は横でおじさんの言葉を聞いていて苛立ちを隠せなかった。おじさんが言うことは一見論理的に見えるけれど本当にそうなのか。ただ農家という立場を下に見た結論ありきで語っているだけじゃないのだろうか。あのさ、俺将来姉ちゃん手伝ってリンゴを育てていくよ。気がついたら俺はそう言っていた。おいおい、言うたまで何言ってるんだよ。この世の中力があるのは金だぞ。地道な努力なんかじゃないんだよ。よく考えろ。おじさんはさ、どうして農業には未来がないって思うの？急に質問を返され、おじさんは口ごもった。そりゃ誰だって知ってるだろ。農産物が海外からも輸入されて安いものが手に入るようになってるから日本の高い農産物が売れなくなってるって。それは本当のこと？おじさんちゃんとデータとか調べて言ってるの？農林水産省のデータとか調べたの？データ？今時高校生でもプレゼン前に資料は調べるよ。特に官庁のデータは絶対に信頼できるものだからね。それに日本の農産物が高いのはそれだけ質がいいものだからだよね。今は品質を上げてブランド化した果物が高値で取引される時代だよ。うちのじいちゃんのリンゴだって毎年完売で翌年の予約をしていくお客さんがいるくらいに顧客抱えてるんだよ。リンゴの木のオーナー制度も好評だし。っておじさん、うちのそういう経営状況を把握した上でリンゴ園売った方がいいとか言ってるのかな。俺の言葉に家族全員が口をあんぐりと開けていた。もちろん俺だって感情的にもこのリンゴ園は残していきたいって思うんだ。俺が小さい時から育った場所だから。そこを姉ちゃんと一緒に守っていけるならそれもいいと思う。ゆうた、俺と一緒にブランドリンゴを育てようぜ。突然の俺の発言で一気に家族が団結した。それをおじさんは面白くない顔で見ていた。俺は知らないからな。兄弟揃って苦労したって俺を頼るなよ。
おじさんは啖呵を切るように言うと立ち上がって出て行こうとした。その後ろ姿に今まで黙っていたばあちゃんが口を開いた。そうだ、心配してもらわなくてもゆうたとみながやっていけるように、お父さんと私が築いた遺産は孫に渡るように手続きしますから、お前は自分のお金がたくさん稼げる仕事で生きていきなさい。おばあちゃんの切れ味鋭いツッコミにおじさんが立ち止まった。は？遺産を？後で分かったことだが、おじさんは自分の稼ぎ以上のお金を車につぎ込み、彼女や上司にも借金があったらしい。それでその返済のために親の財産であるリンゴ園を売って分け前を生前分与という形でもらおうと画策していたらしい。全く自分と血のつながりある人だと思いたくないほどに浅ましい。でもこの一件で俺の進路は決まった。じいちゃんの後を姉ちゃんと一緒に継ぐ。ほう、お姉さんと一緒にリンゴ園をね。いいんじゃないのか。食べるという行為は人間が生きている以上絶対になくならないからな。次世代の農業のあり方をお前が変えていけばいい。はい。じいちゃんは元気に退院してまたリンゴ園で働いている。俺も前よりも自分から進んでじいちゃんの手伝いをしている。後を継ぐとか言ってるそうだが、まだまだ引退する気はないからな。引退される方が困るって、いろいろ教えてもらわないと。だったらこれからはじいちゃんじゃなくて師匠と呼べ。師匠？俺の未来はこれからどうなっていくのかわからない。きっと大変な苦労に頭を抱える日もあるかもしれない。でも姉ちゃん、じいちゃんと一緒に乗り越えていきたいと思う。